カッパの雨乞い。昔々あるところに森に囲まれた小さな村がありました。その村に古い沼があって一匹のカッパが住んでいました。このカッパはひどいいたずらがっぱで、畑を荒らしたり沼へ人を引きずり込んだりといつも悪さをするのです。ある日のこと、この村にやってきた旅の坊さんがいたずらがっぱの話を聞きました。すると坊さんは早速沼へ行ってカッパを呼び出して言いました。お前はいつも悪いことばかりしているようじゃが、一体何が気に入らんでそんなことをするんじゃ。するとカッパはこんなことを話し始めました。オラはカッパの身の上がつらいんよ。こんな姿では人間の仲間には入れてもらえない。かといって魚や亀の仲間でもねえ。ここには仲間もいねえし面白くもねえ。だからオラは腹が立ってむちゃくちゃに暴れ回るんだ。話しているうちにカッパは涙をこぼしました。お坊様、オラは人間に生まれ変わりてえ。人間に生まれ変わるにはどうしたらいいんだ。それはお前が生きている間に何か人間のためになることをすればいい。そうか、わかった。カッパは坊さんに礼を言うと帰っていきました。さて、その年の夏のことです。村では日照りが続いて作物が枯れ、ついに井戸の水も干上がってしまいました。このままではみんな死んでしまうぞ。雨乞いだ、雨乞いをするんだ。村人たちは広場に集まって朝から晩まで空に向かって雨乞いをしました。雨を降れ、雨を降れ、どうか雨を降ってくれ。でも雨は一滴も降りません。そんな雨乞いが何日も続いた頃、あの沼のカッパが村へやってきました。いたずらカッパじゃ、やっつけろ。カッパを取り囲んだ村人たちは日頃の恨みと雨が降らない腹いせにカッパを殴ったり蹴ったりしました。いつもならすぐに逃げ出すカッパですが、今日は殴られても蹴られてもおとなしく我慢していました。そして今にも死にそうな様子でやっと顔を上げると、カッパは村人たちに雨乞いをさせてくれと頼んだのです。雨乞いだと？いたずら者のお前がか？そんなの嘘に決まっている。また何かいたずらを企んでいるに違いない。しかしカッパも雨が降らずに困っているはず。そうだ、カッパは水の妖怪だから、カッパが雨乞いをすれば本当に雨が降るかも。村人たちはカッパに雨乞いを認めると、カッパを縄で縛ったまま広場の櫓の上に連れて行きました。カッパは縛られたままやっとのことで体を起こすと、天を仰いで祈り始めました。天の神様、オラ今までに悪いことばかりしてきた。村の衆にいつも迷惑をかけてきた。だからその償いに村に雨を降らせてはくださらんか。オラの命と引き換えに村に雨を降らせてはくださらんか。天の神様、どうかお願いです。カッパの雨乞いは何日も何日も続きました。その間、カッパは水も飲まなければ食べ物も食べません。すっかり弱ったカッパは
とても苦しそうに雨乞いを続けました。神様、お願いです。どうか村に雨を降らせて。カッパの祈りがあまりにも熱心なので、いつの間にか村人たちも一緒になって雨乞いの祈りを始めました。神様、お願いです。どうか村に雨を降らせてください。神様、お願いです。どうか村に雨を降らせてください。神様、お願いです。どうか。すると不思議なことに、急に雨雲が立ち込めて、大粒の雨がぽつりぽつり降ってきたのです。そして雨はみるみる激しくなって、やがてザーザーと滝のように降り出したのです。カッパの雨乞いが天に届いたぞ。カッパの雨乞いのおかげで村は救われたぞ。それを聞いたカッパは天を仰ぐと、神様、ありがとと激しい雨に打たれながら満足そうな顔で死んでしまいました。それからしばらくして、あの旅の坊さんがまたこの村を訪れてこのことを知りました。すると坊さんは人間になりたがっていたカッパの話を村人にしてやりました。カッパは命がけで罪滅ぼしをしたんじゃ。いつか人間に生まれ変わってこの村に来るかもしれんな。それを聞いた村人たちは沼の近くに小さなカッパの墓を建てて、いつまでもカッパの雨乞いの話を語り伝えたそうです。おしまい。